これは京都で生まれ育ったあるミシュラン一つ星のフレンチシェフによる最新料理です。ピューレ状にした松茸の上に皮目だけをさっと炙ったハモ、うまみたっぷりの冷たいコンソメのジュレをかけて、脂の乗った名残のハモと走りの松茸、初秋の京都の出会い物を自らのフィルターを通し、新しいごちそうに変身させる料理人が今回の主人公。レストラン元井シェフ前田元井さんです。一番好きな食べ物がね、ハモと松茸の土瓶蒸しなんですね。あれが子供の時から大好きで、今でも一番好きかもしれないですね。前田さんは18歳から10年間ホテルの中華で修行、その後フレンチへ転向したという経歴の持ち主です。実はハモと松茸に合わせるコンソメは骨ごとすりつぶした丸鶏を蒸して作る中華のティンタンスープの技法を応用したものです。一番最初に感じるのは柚子の皮の香りで、ジュレを召し上がっていただいたらぐっとうまみを感じて、でハモが出てきます。でまたそこには松茸の香りっていうのは登場しないんですよね。でぐっと奥までスプーンを入れたらふわっと松茸香ってくる、その重層的な香りの変化っていうのが今回表現したかったところかなと思いますね。オリーブオイルと塩を加えた豆腐をムースにした冷製の麻婆豆腐。前田さんは中華のテクニックを効果的に取り入れることで独特の料理世界を作り出しています。週に3日バイクを走らせ、朝一番に大原へ野菜を仕入れに出かけます。8月下旬のこの日、ナスやキュウリのほかスグキの間引き菜やオクラの花など20種類ほどを選びました。大原は結構冷涼な地域なので、市内よりもほんまに半月ほど進んでる感じはしますし、今日でもやっぱりちょっとスッと秋の風みたいなのを感じたりね、なんかそんなんが、またええなと思いますしね。なんか進みが早い分お野菜とかもちょっとなんか秋のもんがやっぱ早く出ますね。大原以外にも向こう市の農家を訪ねたり、自生する季節の山野草を摘んだり、前田さんは京都中を走り回って食材を集めています。馬に乗ってね、食材を走り回ってね、用意するというのがごちそうなんですけど、僕はバイクに乗ってそれをなんか体現したいなとは思ってますね。で僕の性格上喜んでもらうためにもっとなんかしたい、もっとなんかやれることないんかなって思うと止まってられなくなってしまうんですよね。29歳でフレンチへ転向した前田さんは1年間本場フランスでの研修を経て、大阪の三つ星レストランはじめで修行。2012年に独立しました。築100年の呉服商の邸宅を改装したモダンフレンチはすぐさま話題となり、オープンわずか1年でミシュラン一つ星を獲得しました。かつて畳敷きだった大広間を吹き抜けのテーブル席に、庭を一番美しい角度からめでることができるように、目線の高さは畳に正座した時と同じ設計にするなど、京都人をもうならせる工夫がされています。僕が理想としているのが、お茶の世界の主と客の関係性でですね、お互いがいいものを求め合って、そしてもてなそうと一生懸命する気持ちと楽しもうとする客の気持ちが一体となった時に独特のその輪が生まれるんですね。この空間でそういった輪を作りたいなと。9月9日は重陽の節句。菊の節句とも呼ばれ、京都では邪気を払い長寿を願って菊の花を飾り、花びらを浮かせた酒を酌み交わすという習慣があります。前田さんはこの節句にちなんでフォアグラとイチジクに菊の花びらを添えました。京都で生まれ育ったからこそ何か育まれた
感覚だったり美意識だったりっていうのがあると思うんですよね。それを表現できるフレンチ、そんな京都人が作るフレンチが僕はこのお店のフレンチかなと思ってますね。フレンチをいただきに来てるんですけども、京都をいろいろと感じさせてもらったり、中国も感じさせてもらって何が出てくるかワクワクで。フレンチの料理人になりたい。幼少期から強くその思いを抱き続けてきた前田さんの原点が河原町三条にある古書店です。大正10年に祖父が開いたこの店が前田さんの実家です。本当共に育ててきたという感じですかね。絵本が一切なくてですね、子供が見て楽しい本が何もなかったんで仕方なし僕は料理の本を見て育ってきたんですけど、特に好きだったのがフランス料理の本で、非日常のこの豪華さというかきらびやかさですし、何かこの絵本の中のおとぎ話を見るようなね、そんなぐらい魅力的な料理だったんですね、フランス料理っていうのが。今も前田さんは京都の歴史や歳時記について調べたり、古典の料理に新たなアイデアを求めたり、クリエイティブな思考をこの場所で養っています。やっぱり料理のキャリアを重ねていけば、より古い本を求めていってしまいますね。何か今の表現の一つのヒントがそこの中にいっぱい眠ってるんで、そういうのはやっぱり古本屋さんじゃないとなかなかないですし、ちょうど実家がそういう意味では、一番僕にとっては有利な条件かなと思いますね。そんな前田さんは自身の料理の次なる表現方法を求めて新しい挑戦に取り組んでいます。京都のモダンフレンチレストラン元井シェフ前田元井さん。前田さんが今最も注目している食材が長期間熟成させた経産牛です。経産牛とは子牛を産んだ母牛のこと。こういった経産牛っていうのはもうミンチ肉とかにしか回してなかったんですね。もしくはもう下手したらドッグフードになってしまう肉とかもあるんですが、そういった食材に対してもっとスポットライト当てて、自分たちの工夫次第で素晴らしい一品へと昇華させるっていうのがこれからもう僕らが求められてくることかなと思いますね。前田さんは熟成のタイミングを見極め、低温でじっくりと火入れします。肉は驚くほど柔らかく旨味が凝縮されています。バターでソテーした松茸、フォンドボーがベースの甘口のソースがすき焼きを連想させます。それぞれの肉の良さを引き出すために手当てしてあげる、でより美味しさを引き伸ばしてもっと美味しくしてあげる、本当この価値観が変わってくれるとまた何かが変わってくるのかなとは思いますね。2019年2月、前田さんは烏丸丸太町に洋食レストランレクラをオープンしました。トリュフをふんだんに使った贅沢な大人のオムライスやハンバーグなどをアラカルトでワインとともに気軽に楽しめるお店です。かつては防空壕だった地下をワインセラーとして活用しています。ちょうどね、地下の防空壕が僕が最初見た時にフランスのワインセラーと同じ香りがしたんですよね。ここをワインセラーにしたらめちゃくちゃ面白いんちゃうのと思って、レクラというのは輝くっていう意味なんですけど、そのワインをクラとして考えた時に日本語のクラというのもちょっと組み合わせて名前を付けまして、京都の旦那衆が求めるなんかホッとするなっていうのと、でも日常にはないちょっとしたごちそう感もあって、そこにちょっとしたフランス料理のニュアンスも感じたりとかして、よそとちゃうなって思ってもらえるような、なんかそんな僕のもう一つやりたいなっていうのがふつふつと湧いてきたのを形にしたのがレクラですね。さらに前田さんはコロナ禍を機に餃子の通信販売を始めました。たっぷりのエビとパクチーを少々、愛娘みずきちゃんのために作る体に優しい餃子のレシピをもとに商品化しました。その名も元井シェフのパパ餃子です。おいしい。すごく純粋な舌なので、あれ
る意味結構僕のお料理を厳しくジャッジしてくれるかなと思いますし、お店のお料理ももしかしたらちょっと優しくなったかもしれないですね。僕はもう料理になることしか考えてこなくて、多分生まれ変わっても料理になりますし、過去に戻ったとしても料理になると思うんです。料理を通じて笑顔にするっていうのって僕は料理人しかできないことやなと思って。レストラン元井シェフ前田元井さん。生まれ変わっても過去に戻っても料理人になる。天性の料理人前田さんの作る料理はジャンルを超えてここ京都で元気を作り輝き続けるのです。